じゃあ本当にこの動かし方で肩甲骨が動くのか、肩甲骨が動く際にはこのつながっている鎖骨も動くわけなんですよ。皆さんこんにちは。マジックハンズの坂巻です。さて今回はですね、日常的にとても多い体の症状を一つですねピックアップしてやっていきたいと思います。さあ皆さん、体の症状の中で、一番多いんじゃないかなと思われるものってなんだか分かりますかね。もう国民病、いや世界病と言っても過言ではないものなんですけど、さあ正解は肩こり。肩こりですね。肩こりめちゃくちゃ多いですよね。特にですね、今このコロナ禍においてですね、デスクワークプラスですね、在宅テレワークっていうのがすごく増えてきた。でやっぱりパソコンとかもそうですし、あとはスマートフォン、ね、そういったような目の疲れてからくる肩こりっていうのもとても増えてますよね。じゃあこの肩こりっていうのを今回はですねピックアップして、ちょっと体の解剖学的なところから少し見てですね、どうやったらこの肩こりっていうのを解消できるのかなっていうのもですねやっていきたいと思います。そもそも肩こりってじゃあ一体何なのか、これ正式な名称じゃないわけですよね。もうほんと俗語みたいなもんなんですよ、肩こりっていうのはね。肩が凝っている、凝っているってどういった症状ね、固まってるのもそうでしょうし、血流の流れが悪くなってるとかね、そういう張っているっていうのももしかしたらこれ肩こりに入るかもしれない。じゃあ一体どういうことが起きているのかって言ったら、一般的にはですよ、一般的には筋肉の血流がですね悪くなって、動きが悪くなって固まっちゃっているっていうのが肩こりなわけですよね。っていうことは肩こりを改善するためにはどうすればいいのかって言ったら、首肩周りの筋肉の血流を、循環を良くしてあげれば肩こりっておのずと改善はされますよね。でその中でですね、やっぱり一般的にすごく多く言われているもの、肩こりの時はどうすればいいのかって言ったらですね、肩を回せばいいんだよ、これすごく言われると思うんですよ。でも本当に肩を回すだけで肩こりって解消されますか？さあここですね。肩を回すっていうのはですね、要は肩関節なんですよ。じゃあこの肩こりを作っている筋肉って何なのか。で先ほども筋肉が血流が悪くなって肩こりとか起こるんだよと。じゃあその筋肉って何なのかってなった時には、じゃあ肩こりって大体この首と肩の付け根っていうのがすごく多いですよね。じゃあここにある筋肉、例えば僧帽筋もそうですし、あとは肩甲骨筋とかもそうですよね。でもしかしたらそれ以外にも棘上筋、胸郭筋とかもあるかもしれない。あとは三角筋、肩のね三角筋もそう。あとは肩甲骨の内側、大小の菱形筋、そういう筋肉も肩こりの原因かもしれない。でも一番多いのはやっぱりここの首の付け根、場所で言ったら僧帽筋とか肩甲骨筋って言われる筋肉がある場所ですね。じゃあこの僧帽筋、肩甲骨筋、肩を回すだけで動くのかって言ったら動きませんね。僧帽筋、肩甲骨筋、どういった筋肉かって言ったらね、肩甲骨筋だったらね、この肩甲骨の上顎から始まってこういう風に伸びてると。僧帽筋だったら後頭骨ですね、後頭骨、そして胸椎の方からぐーっと肩峰の方まで伸びてくる筋肉ですね。じゃあ肩を回すってこれって肩を動かしてるだけなので、今言った2つの筋肉、僧帽筋そして肩甲骨筋、これっていうのは肩甲骨にくっついているわけですよ。ってことは肩を回すではなくて肩甲骨を回してあげるっていうのが
一番いいわけですよね。じゃあ肩甲骨を動かしましょう、ね、じゃあ本当にこの動かし方で肩甲骨が動くのかっていうところですよね。これ肩甲骨ってめちゃくちゃ面白い骨でして、これ浮いてるんですよ。浮いてる。じゃあちょっと骨格模型で見ていきましょう。ではですね、骨格模型ちっちゃいの持ってきました。これを使ってちょっと肩甲骨見てみたいと思います。肩甲骨ですね。肩甲骨っていうのはこの肋骨とくっついてるかって言ったらくっついてないんですよね。こう浮いてます。なのでよく肩甲骨剥がしとかですね、こうグッと指を入れてあげて剥がしてあげるとかでしますよね。じゃあこの肩甲骨っていうのは実際どういう動きをするのかって言ったら、例えば内側に寄せたり外側に持ってったりもそうですけど、肩を上げれば肩甲骨も上がるし、肩をグッと下げれば肩甲骨も下がるわけですよね。じゃあこの肩甲骨どことつながっているのかっていうのを考えるとですね、じゃあ肩甲骨肋骨とはつながってませんね。浮いてるわけです。じゃあこっちつながってるのは鎖骨なんですよね。鎖骨の外側とつながってます。じゃあこの鎖骨っていうのがどことつながってるのかって言ったら、ぐーっと前に来てここ胸骨、胸鎖関節っていったことつながってます。ですので肩甲骨が動く際にはただ単にこれ浮遊してるんではなくて、肩甲骨が動く際にはこのつながっている鎖骨も動くわけなんですよ。ってことを考えるとですね、ただ単に肩甲骨を動かすって言ってもこの鎖骨も勝手に動くんです。ってことはこの鎖骨の動きを意識した肩の動かし、肩の回旋をすることで初めて肩甲骨が最大可動域が取れるわけですね。ですので肩こりの原因である例えば僧帽筋や肩甲筋っていう筋肉を動かしたければ肩甲骨を動かす、肩甲骨を動かしたければこっち鎖骨をしっかり動かすことを意識してあげるっていうことを考えると、肩を動かすっていう運動、ただ単にこうやって動かすんではなく、指先ですねをここ胸鎖関節、胸のところにですね持ってってあげて、ここを支点に肘を大きく動かしてあげる、ね、前だったらぐっと肘がつくよう、後ろだったらぐっと、ね、肩甲骨を寄せるように肩甲骨を意識して肘を動かしてあげる。そうすることによって肩甲骨がしっかり動いてくれる。そうすると肩甲骨にくっついている筋肉が動いてくれて血流の流れが良くなる。ですので、じゃあ肩こりですといった人に対してですね、手を動かしてください、肩を動かしてくださいではなくて、しっかりと鎖骨を意識してここに手を置いて肩甲骨を動かす、なおかつ肘を大きく動かすっていうことを意識するだけでですね、全然効果が変わってきます。ですので皆さんですね、周りで肩こりの方いらっしゃったらですね、ちょっとしたアドバイスですね。じゃあ肩回してる、肩じゃなくてね肩甲骨を回すんだよ、なおかつ鎖骨を意識するんだよっていうのを伝えてあげるだけでですね、その人の肩こりっていうのがだいぶ変わってくる可能性がありますので、ぜひぜひですねそこを意識してですね普段やっていただければなと思います。では今回以上となりますので、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。